皆様こんばんは、まいまいです。今回は8月の手帳のセットアップをしていきたいと思います。それではスタート。ではまずは最近使ってる手帳の中身をパラパラしていきたいと思います。まずはこちらのフリークス&コーさんのバイブルサイズの手帳です。こちらはスケジュールを管理してる手帳になるんですけど、来年の手帳をすごく迷っている。今はこんな感じで1週間の予定を1ページで俯瞰してできるように自分で作っているんですけども、やっぱり日付はあらかじめ入っていた方が、使いやすいは使いやすいので、日付入りのものを買いたいなと思ってるんですね。で、デイリーページを後ろに作ってまして、1週間の予定をこっちで見つつ、その日になったらこっちに予定を移すっていう感じで使っております。これは1日1ページ使ってます。で、悩んでるポイントとしては、来年の手帳を選ぶにあたり、私週間ページをこういう感じじゃなくてバーチカル、この縦の軸で管理したいんですね。そっちの方が個人的には見やすいと思ってるのでバーチカルにしたいんですけど、バイブルでバーチカルにすると結構この幅が1日の狭くなっちゃって使いづらいかなと思って悩んでます。バイブルのサイズ感はすごくいいなと思ってるんですけども、で、前使ってたサニー手帳は B6 のバーチカルなんですけど、 B6 もいらないかなっていう感じで、そしたら次 A6 ぐらいになるんですけど、 A6 だとどうなんだろう。 A6 をバーチカルのものを使うとこれも幅狭いのかなっていう悩みです。なので今考えてる候補としては、ほぼ日の A6 サイズに別冊でバーチカルを足せるんですね。変えるんですけど、それとこの1日1ページを一緒に使おうかなって思ってます。ちょっと実物見て悩みたいですね。それか B6 でも A6 でもない中間のサイズのバーチカルがあればそれでもいいかなと思ってます。はい、ということで最近のバイブルサイズの使い方と来年の手帳について悩んでることでした。では次に最近使ってる手帳とかノートをパラパラしていきたいと思います。で、このずっと何ヶ月も使ってたロルバーンダイアリーなんですけど、やっと使い終わりました。こちらは朝にジャーナリング的な感じでバーッと文字を書いたりとか、なんか今日頑張ろうかなみたいな、こういうことがあるなみたいな、そんな特に中身はないんですけど、文字を書いて落ち着くということを目的に使っておりました。ということでロルバーンが使い終わったので、じゃあ今度からモーニングノート、ジャーナリング何にしようかなって考えた時に、ほぼ日の英語サイズ、カズン前使ってたやつがあるじゃんということで、こちらを復活しました。そろそろほぼ日の来年の情報も出始めるので、すごく楽しみです。で、こちらは以前はこんな感じでデコして使ってました。確かそうだったよね。デコをやりたい、デコ欲を満たすための手帳として使っていたんじゃないかなと思います。で、この英語サイズの紙面を文字で埋めたりデコもして使っていくっていうのはね、結構な労力が必要でして、好きでやってるんですけども、途中でデコ欲も満たされまして、なんかね、書かなくなってきたりするんですよね。はい、ということで2月から書いておりません。で、来年もカズン憧れるんですけども、ちょっとこれは考えものですよね。はい。そして最近ロルバーンが使い終わったので、モーニングページをこちらに復活したっていう感じですね。こんな感じでもうデコとかしなくて万年筆で好きなだけ朝書くという感じで使ってます。これもいいかなと思っていて、なんかね、ノートで書いてもいいんですけど、モーニングページって見返したりあんまりしないので、ただ手帳に書くっていうことになると日付がねもう決まってるので、一応書こうかな、今日は書こうかなっていうちょっとした強制力になるのがいいかなと思ってます。そして最近使ってなかったページなんですけども、こんな感じで日付関係なくメモとかまとめとかそういうことに使ってもいいなと思いました。
で最初はデコにしてたのに途中でやめたりとか空白があったりとか使い方を変えたりとか、そういうのがちょっと嫌だなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私も一貫して使いたい方ではあるんですけど、そういう考え方を一旦やめて自由に使ってみるとまたそれはそれでなんか楽しいのでおすすめかなと思っております。であとは英語サイズっていう大きい紙面に情報をまとめたりいろいろ考え事を書いたりするっていうのが結構いいなと思ったので、来年もカズンは検討していこうかなと思います。では続きましてひとときノートを見ていきましょう。こちらはひとときさんから出ているリングノートになります。でサイズ的にはロルバーンと同じくらいなんですけど、一応ロルバーンよりは若干短め、横が短めになっております。で表紙もねたくさんあって可愛いんですけど、私は以前このワンさんが星空を見上げてるものを買ったのでこちらを使ってます。こちらのひとときノートには日記を書いてます。私日記をいろんなとこに気分によって書くんですけども、今はこのひとときノートを使ってます。で前ロルバーンの L サイズを使っていて、このサイズ感いいなって思ってロルバーンに日記を書こうかなと思ったんですけど、ちょっと気分的にクリーム色の紙じゃなくて白い紙に書きたいなと思ったのでひとときノートを使ってます。そしてデコもしたい気分だったのでデコをしながら使ってます。このねセリアで購入したクリアテープクリームソーダのやつがめっちゃ可愛くてお気に入りです。であとはね日めくりカレンダー付箋を使っていたりしますね。それからこれくら寿司行った時にビッグラポンで出たマスキングテープなんですけど、これめっちゃ可愛くないですか？これもビッグラポンじゃないか、お寿司食べたらついてきたステッカーです。マスキングテープがこれだけ種類があるんですけど、これが当たったんですね。でこれだけちょっとくら寿司仕様というかお寿司があったりしてカラフルなお寿司が散らばってるんですけど、これめっちゃ可愛いと思って使いました。ちなみに使ってるペンはジュースアップの 0.4 を使ってます。ひとときノートはあんまり万年筆との相性が良くないので普通のボールペンを使うのがおすすめです。でこのデコすごく気に入っているペピンさんのフレークシールを使ってます。かわいい自画自賛。はい、こちらはキャンドゥで購入したチョイスシールですね。あとはひとときノートって後ろにポケットがついてまして、こんな感じの両面の4ポケット ×2 枚なので8ポケットついてます。なのでこんな感じで切ったを入れたりして持ち運ぶことができます。ちなみに下敷きも付属しています。でサイズはこのサイズとあとパスポートサイズがあったかなと思います。なので可愛いリングノート使いたいけどちょっとクリーム色の用紙が苦手なんだっていう方はね、このひとときノートもぜひチェックしてみてください。では次。では続いて自分手帳デイズミニの月の扉ページを書いていきたいと思います。自分手帳デイズミニはこんな感じで1日1ページの手帳になってます。でこちらは写真とかを貼って記録するような手帳にしております。でこれは去年とかはロルバーンの L サイズにしていたんですけども、ちょっと気分変えようかなと思ってこちらに書いてます。で写真を撮った日だけ貼ってるので、何も撮ってない日は貼ってないっていう感じで使ってます。で月の扉ページっていうのがこちらですね。月のテーマとか振り返りをするところがあるので、まずは7月の振り返りから書いていきたいと思います。今月を一言で言うと暑いかな。暑いとか言ったらもう来月も再来月も暑いとか書きそうなんですけど、とりあえず今月は暑くなった、暑かった。そしてできたことは病院に行った大腸カメラをしました。パチパチパチ。あと歯医者に行ってないので歯医者も近々行きたい。そしてできなかったことは特にないかな。全部できたっていうわけじゃなくて目標とかを定めてなかったので特にできなかったなみたいな思うことがないかなっていう感じです。そして嬉しかったことはネイルをすごく自分好みにできた。サロンでやってもらったんですけどスイカのネイルにしました。
ちなみにネイルはこんな感じです。コメントでも皆さん褒めてくださってありがとうございます。スイカにね、水滴がついていてめっちゃリアルなんですよ。こんな感じのネイルにしました。では次に反省したいこと。反省したいことはネッククーラーを出すのが遅かった。ネッククーラー持ってるんですけど、なんかまだいっかと思って使わないでいたらめちゃくちゃ暑くなって、もっと早く出せばよかったなって思いました。続いて会った人は本当に誰にも会ってない。家族ぐらい。それから行ったところは空町とか池袋かな。遊びに行ったっていう感じではないですね。用事があって行ったところです。買ったものはそうね、文具以外、文具なんだけど、トラベラーズノートの20周年の記念館の受注の方で買いました。予約しました。ちょっとオンラインの争奪戦を諦めてたんですけど、受注生産してくれるということで予約しました。こちらは10月下旬に届くそうなので、また届いたらお見せしたいと思います。そして学んだことは、日々感謝ですね。ちょっと大腸カメラとかで何かあったらどうしようみたいな不安を日々ね抱えていたわけなんですけど、特に何もなくて、本当によかったって思いまして、もう何もない日々こそ感謝だなと思いました。はい、ということで7月の振り返りはこんな感じで書けました。では続いて8月の目標とかテーマを書いていきたいと思います。8月の目標テーマは2027年度の手帳の情報を集めたい。まずはロルバーンの発売があるんですけど、ロルバーンはね、なんか手帳の中身というより表紙のバリエーションっていうのが気になるところなので、いろんなメーカーさんの手帳情報を集めたいなと思っております。で、次やりたいことは、手帳シーズンに伴い手帳会議をちょっとやりたいかな。方向性を決めたい。方向性とは何ぞやっていう感じですが、あとはディズニーランド、ディズニーシーに行きたい。なんかアフター5のパスポートがあるらしくって行きたいけど、暑いかな、混んでるかな、どうなんでしょうか。そして最後、やらないことは理想を追い求めない。理想というかベストを尽くしたいとは思ってるんですけど、ちょっと自分ができるサイズ感でやる、安心できるサイズ感でやりたいと思います。はい、ということで8月の目標テーマなどが書けました。で、来年度も自分手帳デイズミニを使うかどうかちょっと迷っております。またそこら辺もね、検討して決めていきたいです。では次。では最後にバイブルの手帳のセットアップをしていきたいと思います。で、何をするかというと、こちらの手帳ではスケジュールリフィルを使ってないので、この見開き1週間のウィークリーページですね、こちらの8月分を作っていきたいのと、あとデイリーページ、1日1ページの方ではラベラーシールにスタンプを押しているので、これをやっていこうかなと思います。はい、では作業をしている間に文房具雑談にお付き合いください。先日ノルティさんのノルティ2027年1月始まり手帳新商品方針発表会にお邪魔させていただきました。そこで気になった商品をいくつかシェアしたいと思います。まずは能率手帳ライツメモ小型版が復活するということで、これは嬉しい方も多いのではないでしょうか。販売がなくなってたくさんのユーザーさんからご要望があったということで、今回復活するに至ったそうです。そしてこちらも気になりました。能率手帳に可愛いカラーが出ていて、こちらはウェブ限定で販売されるみたいです。小口もこんな感じで発光してはないんですけど、色がついていて可愛かったです。ちなみに中は週刊レフトになっています。ノルティさんでは毎年めちゃくちゃたくさんの手帳が発売になるんですが、中でもこのノルティバディっていうのが新発売ということで気になりました。中は見開き1週間なんですが、今までこんな感じのフォーマットで手のひらサイズっていう手帳があんまりなかったらしいんですよ。言われてみれば確かにと思って、
持ち運びやすいサイズでメモにもいいし日記にもいいし使ってみたくなりました。あとは手帳周辺文具として新東院の手チョコっていう商品が9月に発売になるそうです。こちらは文具女子博東京で先行販売だったんですけど、ゲットされた方はいらっしゃいますでしょうか。7連スタンプでちょっと横長なサイズになっています。ちなみにストラップホールもついてます。使いやすいお天気とかの柄もあれば、ニコレシピさんと綾野さんのコラボもあるそうで、これがねめちゃくちゃ可愛いんですよ。狙ったところに押しやすいガイドもついているそうで、手帳に大活躍しそうです。ただ油性インクなので裏抜けがちょっと気になるところではあるかなと思いました。はい、ということで手帳も最近は多様化が進んでいて、それに伴い種類が豊富すぎて全然紹介しきれないんですが、大変興味深い発表会でした。週刊ページに初めて時間軸を記載したのがノルティさんだそうで、すごいですよね。そんなこだわりと歴史が詰まっている手帳はめっちゃ使いやすいんだろうなって感じました。また発売になったらチェックしたいと思います。そしてここからはちょっとお知らせなんですが、先日メンバーシップの方でサンリオピューロランドにいた時の Vlog をアップしました。プリンくんとグリーティングができて大変嬉しかったです。そう、サンリオのキャラクター大賞も発表されまして、推しのポムポムプリンが1位ということで大変喜んでおります。で、メンバーシップ限定のライブ配信ではブラインドグッズ開封の儀を執り行いましたので、メンバーシップに入られている方はぜひこちらも見ていただけると嬉しいです。はい、セットアップが完了したので見ていきましょう。まずこちらが8月のウィークリーページです。使ってるのが日めくりさんの日めくりカレンダー付箋です。こちらは365日柄が変わる付箋で日付が書いてあるっていう商品になっております。今使ってるのがスイーツの柄で、実際にあるお店のスイーツがこんな感じでデザインされております。めっちゃ可愛いです。で、この付箋について結構ご質問いただくんですけど、今年分はもう買えないので来年ですね、ぜひぜひゲットしてみてください。そろそろ情報も出るんじゃないかと思います。付箋になってるのですぐにペタッと貼れるところがお気に入りです。で、こちらに使用しているトゥードゥのマスキングテープはこちら1個2個さんのマスキングテープを使ってます。そしてこちらがデイリーページに貼る用の日付シール、ハンコを押したラベラーシールになります。で、前は普通のサイズのラベラーシール、多分この半分のサイズのラベラーシールを使ってたんですけど、ちょっと日付も入れて曜日も入れてってなるとかなりギリギリだったので、今回は真四角サイズにしてみました。こちらはビバリーさんのバウムデコになります。バウムデコがこちらですね。これすごく可愛くて使いやすいです。そして押してるハンコがシャチハタさんのノトト10の数字と曜日のスタンプです。こちらは新東院なので気軽に使うことができます。はい、ということでこんな感じで8月のセットアップが完了しました。またこれから予定など書き写していきたいと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。8月もゆるっとのんびり過ごしていきましょう。暑い日が続きますので、皆さん体調に気をつけて過ごされてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。